はい、深呼吸でカロリーゼロ、どうもなるです。ということで今日はもう早速8分間の寝る前脂肪ファイヤーストレッチを一緒にやっていきます。はい、まずですね、足の裏と裏を合わせて幸せってことで股関節をほぐす。で、ちゃんと呼吸しながらね、前に倒れていってほしいんだけど、私体硬すぎてそんなに足が開けませんって、前に倒れるとか論外ですって人ねいっぱいいると思うんだけど、私も全然柔らかくなかったよ。これずっと繰り返しよったら絶対確実にちょっとずつ柔らかくなっていっけんね、もう不安にならんで大丈夫やけん。自分がいけるところまで開いて、自分がいけるところまでね倒せばいいけんね。なるねさ、1年前ぐらいに股関節柔らかかったらモテるって聞いたけんさ、最初頑張りだしたら習慣になってここまで柔らかくなったよね。もうめちゃめちゃ単純で、このストレッチをしたら筋肉がほぐれて血行が良くなって代謝が爆上がりして、トリプルメリットでサイ&コーやけん一緒に楽しんでこう。しかもね、このストレッチさ、睡眠の質も爆上げさせてくれるけんさ、快眠効果もあるんよ。そんな快眠効果爆上げさせてしまったら起きれなくなっちゃうよって心配しなくて大丈夫。そんな人のために遅刻の言い訳をね、インスタのフォロワーさんら17万人にしっかり聞いてきたけんね、今日はそれをシェアハッピーしながらストレッチしていこうと思う。だけど万が一ね、ストレッチしてね朝起きれなかったとしてもね、言い訳はしっかり準備されとうけんね、安心してください。はい、次の1分はね、片足だけ足を伸ばしてね、体を倒してね、足の後ろ側を伸ばしていくよ。普段生活しとったらさ、足の裏側をさ伸ばす機会なんてさなかなかないやん。ってことは筋肉が凝り固まっていくけん、それはマジで良くないけん、今ね一緒にほぐしていこう。これもね、自分がいける範囲で大丈夫。今ここなるねが触ってるやん。ここが伸びとう、ここが伸びとうかどうか確認してやってください。はい、ここからね、みんなに聞いた遅刻の言い訳をねちょっとずつ挟んでいくよ。アカウント名が愛から始まる方の言い訳。荷物を重そうに運んでいるおばあちゃんを見ていたら遅刻しました。おい、助けろ見てるだけじゃなくて、もう重そうに荷物運んでるおばあちゃんどんな顔で見よったん、どんな顔で見つめよったんマジで。でも気持ちはめっちゃわかるんよね。なんか私もさ31でバイトしよったよね前で、その時の言い訳に使ったのが、おじいちゃんかおばあちゃんかお母さんかお父さん誰かしら倒すんよでもね、あれこれ注意なのがさ、倒しすぎるとさもう使えんくなるんよねこれ。自分の遅刻の言い訳にね、おばあちゃんとかおじいちゃんとかね使ったことある人はね、はい、グッドボタン押しとこう。はい、次逆いきます。はい、今ちゃんと太ももの裏伸びてる人は伸びてるよって言って、伸びてるよって。私本当に思っちゃうけど、言葉に出すってめっちゃ大事だよね。ここに今聞いてるなとか思うとかじゃない、今ここに聞いとるわっつって言葉に出した方がなんか聞いとる感じするじゃんね。しかも声出してやったら終わった後に達成感あるけん、もう絶対声出してこう、一緒に声出してこう。はい、次はね、アカウント名が N から始まる方の言い訳。松ぼっくりを拾っていたら遅刻しましたこれあれよね、どんぐりじゃないところが多分ポイントなんよね。みんなさ、どんぐりはさ拾って大体ポケットの中に入れるやん。だからこの子は松ぼっくりにこだわったんやと思う。よくさ、松ぼっくりとかどんぐりとかダンゴムシとか拾ってさ家に持ち込みよったけん、なんかめっちゃ怒られよったよね、今思い出した。てかさ、この前さ友達とさ地元の小学校行ったんよ。そしたらさ、いきなり小学生にさ松ぼっくり投げられてからさ、でさ、松ぼっくりもまともに当たったらバカ痛いやんあれ。だけんはぁと思って、その松ぼっくり拾ってからさ、そのもう投げ返そうと思うところをニコニコしながらポケットに入れたよ。もうそしたら一緒に来とった友達もマジ大爆笑やった。はい、次はね、片方の足を折って後ろに倒れてきます。もうねこれね、慣れねめちゃめちゃ練習して後ろに倒れるようになっとうけん、こんなねいきなりね倒れられんけん大丈夫よ。だけんギリギリまで自分がいける範囲で倒してね、体を。で、これは前ももの筋肉を伸ばしていくんやけど、前ももの張りが気になりすぎてね、もう夜も眠れないんです、なるねって人ね、もう絶対伸ばそうね。ここね一緒に伸ばしていこうね。はい、みんな呼吸忘れてない？呼吸してる？ちゃんとね、ちゃんとして。はい、ヒーヒー間違えた私いつも深呼吸を表す時にさ、妊婦になるよね、なぜか。はい、ちゃんと吸って吐いてってねして、もうねどうしてもねやりようときにね忘れてしまうよね、深呼吸って。呼吸するの忘れてしまうけんね、意識してやってあげてください。で、なんでなるねがこんだけねベターってね柔らかくなるまで前ももの筋肉を伸ばすようにしたかっていうと、私たち黄色人種って前ももの筋肉がね発達しやすいよね。それを習ってからもうこれもうバリ気をつけないかんと思って伸ばして始めて、今ここまでなってるね。やけんもう最初からできる人とかおらんけん、もうこんなベタってみんなね最初は使んよ。やけん昨日より今日の自分、今日より明日の自分が少しでもね体が柔らかかったらそれで大丈夫やけんね。はい、逆していきます。じゃあゆっくり遅刻の言い訳に戻っていこうかね。アカウント名が N から始まる方。遅刻の言い訳を考えていたら遅刻しました。もうねこれさびっくりするほどいっぱいおったんよ、この回答しとる人。
もうなるねーのフォロワーさんたち全員一回集まってさ、話し合ったんかなっていうぐらいめちゃめちゃみんなね、この回答しとったよ。でもこれ分かりみが深いよな。だってさ、もう朝起きてさ、遅刻しとってさ、分かった時点で寝坊したって分かった時点でもうさ、言い訳考えるやん。分かる？私さ、もう遅刻しと寝坊しとって分かった時点で一回もう目閉じて寝るんよ。で、一回起きてみて現実かどうか確認する。で、まあ大体現実っちゃけどね。で、ずーっともうそっからもう歯磨きしながらでもさ、もう靴履きながらでも一生言い訳考えよってさ、なんならそこに向かいよう道中もさ、ずーっと言い訳考えよってさ、なんならもう口ずさみをもなんかすいませんの言い方もさ、なんかすいませんなのか、すいませんなのか、なんかもうさ、いっぱいさ、すいませんのレパートリーをさ、用意してからさ、あたふたしとったらもっと遅刻するっていうね。はい、次はね、足をクロスして逆側の手は伸ばしていくよ。もうね、肩を下につけれたら天才よ。でももうほんとなるべくでいいけんね。もうなるねーに言われたから無理して肩やりましたとかやったらもうたまらんけん、マジで。シンプルに心配するし。はい、ここでね、今ね、腰とね、前胸伸びとる。伸びてるよーって人はね、今伸びてるって言って声に出して、はい、声に出して、はい、伸びてるてか今アフレコ入れよって気づいたんやけどさ、スヌーピーの耳がさ、もう横にさペンってなったの今めっちゃ気になる。声がさめちゃめちゃ気になるけんすぐ直したいってね。じゃあもう直しとけよって話したんやけども、今度楽器をつけます。すいません。はい、じゃあ遅刻の言い訳タイムに戻っていきます。ユーザーネーム愛から始まる方、今日ちょっと瞬足吐き忘れて遅刻しました。もう瞬足とかめっちゃ懐かしくない？みんなわかる？でもさ、この動画作る前に瞬足さ調べたらさ、2003年でどうぞやれめっちゃ懐かしくない？もうさ、学校行ったらさ、8割の男子がさ、瞬足履いとったよね。もう運動会の前とかみんなバチバチ気合入っとけん、みんな瞬足なん。はい、みんな今呼吸してる？大丈夫そう？はい、次逆行きます。でさ、瞬足の話に戻るんやけど、私さ、小学校の時バチバチにひねくれとったけんさ、みんなが瞬足履いとったら私は瞬足を履きたくないって思っとったよね。で、瞬足じゃない靴でリレー選手に選ばれたんよ。で、運動会当日もさ、もちろんさ、瞬足じゃない靴で走ろうとしよって、で、おじいちゃんもさ、めちゃめちゃ応援しとってさ、もう近くで見てくれよったけん、もう気合がバチバチ入っとったよね。で、いざさ、走り出したらもうずっこけたよ。先頭走っとるのにずっこけて、もう頭真っ白になって恥ずかしすぎて、もうそのままゴールじゃなくておじいちゃんとこ走っていったよね。私マジ可愛くない？で、その後バタバタおじいちゃんと瞬足会に行ったんやけど、やっぱ瞬足にだけは逆らったらいかんってあの時習ったよね。私もう分かったもん、瞬足には逆らったらいかんって。やべえ、瞬足の話が長すぎて汗。はい、次 R ちゃんの回答。イケメンにナンパされたので遅刻しました。もうね、これはもう遅刻の一択よ。だってさ、よく考えてさ、イケメンにナンパされるとかさ、人生でさ一回会ったらめちゃくちゃいい方やで。私まだにイケメンにナンパされたことないんやけどさ、もうそんな奇跡みたいなことをさ、学校とかさ仕事とかのもうそんなに棒に振れんよね。やばい怒られるこれね。こんなこと言ったら怒られるよね。はい、みんな声に出してるよ、イケメンにナンパされてって。はい次、もうラスト1分やけん頑張ろう。もう全身を伸ばしていく。もうここまで自分の体伸びるかってぐらいのもう限界まで伸ばして、はい、ギューって伸ばして、ギューって、まだいけるギューって。自分の限界はそんなもんなんか？まだいけるやろまだつって嘘自分のねいける範囲で大丈夫やけんね。あんまり伸ばしすぎてねちぎれたら大変やけんね、体が。でこの時にね、もう今日嫌やったこととかね、自分にねまとわりついと煩悩とかをねもう全部出す感じ。もうブエーって伸びてからね、もう全部出ていってもろてっていう気持ちでやったらめちゃめちゃいいよ。やっぱさ、学校行ったりとか仕事行ったりとかもういろんな人とさ関わりよったらさ、こいつって思うことさやっぱりさあるやんか絶対。で私いつも思うようにしとうのがさ、悪いことが起きたりそれが続く時って、あこれいいことが起こる前兆なんやっていつも思うようにしとんよ。だってさ、思い返してみたらさ、今まで散々やばいこと起きてきてさ、乗り越えてきたけん今があるやん。もうみんなはね毎日十分すぎるぐらい頑張っとうけんね、もう煩悩出ていってもろてってギューって言いながら、はい声出して、煩悩出ていってもろてって、はい終わった。いつも高評価とコメントありがとうね。私が元気もらっとうけんね。待ってろよ、今日より可愛い明日の自分。お疲れ様。